はい、どうもこんにちは。モーターズのヤマトです。ということでですね、今日もね、元気に愛車紹介やっていこうと思うんですけど、すごいぞ、今日の車。完コピというやつ、いわゆる。これはちょっとね、今、時がムネムネしております。そんな車がこちらじゃーん。本日はですね、E2D 仕様完コピの AE86 を取材させてもらっちゃいます。はい、こちらの86のオーナーの三日月さんです。よろしくお願いします。もうなんか聞くまでもないんですけどこの車は、トヨタの AE86 で、そうですね、はい、コンセプトを聞いてもいいですか？コンセプトは一応まだ走りたいのがあるんで、はい、走れる板車ということで、はい、イニシャル D 仕様で作ってみました。なるほど。もうね、ほんとイニ D 仕様ですっていうのがね、そうですね、ひしひしといろんなところからにじみ出てますけど、はい、この車いろいろポイント聞いていきたいんですけど、はい、まず作ろうと思ったきっかけを教えてもらってもいいですか？そうですね、まずこいつ自体を購入した時、GTV がどうしても最初欲しくて購入して、ワンオーナーで購入したんですけども、はい、前のオーナーさんが内装から外装もアペックスみたいなそういう感じにしてたんですよ。はい、でだったらじゃあ僕もなんかやっていこうかなっていうことで、ちょこちょこ走りプラスイニディの何かをこうつけていったら面白いだろうなっていうことで、はい、部品をいろいろ付け替えていったら、現在に至るみたいな。なるほど。元から杉野修一さんは大好きで、はい、昔はバイクも乗ってたんでバリバリ伝説を飲んでたんですけども、はい、その流れからして86っていうのも選んだんで、嫌いじゃなかったんで、やっぱコンセプトは ED 仕様がいいかなということで。なるほど。じゃあ早速その ED 仕様のこだわりをいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずイニディ仕様フロント周りから見せてもらおうと思うんですけど、もう目を引くのはやっぱこのボンネットですよね。そうですね、ドライはさすがに買えないんで、はい、フルヘッドでなるほど、それと合わせてリトラカバーもカーボンのかぶせてイニディ仕様をちょっと意識して作ってます。なるほど。これめちゃめちゃ綺麗ですね。でももうこれでかれこれ7年ぐらい、もっとかな、そんなに経ってますけど頑張って維持してます。へえ、全然クリアハゲとかもないですもんね。でこのままシューって降りてくるとバンパーはノーマルで、ノーマルですね。やっぱこのそうですね、フォグランプ、フォグですよね。やっぱりイニディ仕様というと、そうですね、やっぱイニディ仕様でこだわってる方だとやっぱこのシビエが間違いなくイニディ仕様かなと。なるほど。でこの怪しげな湘南組というプレートがついてますが、これは地元の86乗りの方に誘ってもらって入った AE86 のチームということになってます、ね。あ、そうなんですね。はい、へえ。でね、もうね、走りってさっき言ってたからね、後で聞こうと思うんですけど、オイルクーラーがすでに見えてるんですよね。これはちょっと後でエンジンルームを見るときに聞かせてください。はい、お願いします。これなんかガラスにもこだわりがあるとか。そうですね、これもともと GTV でやってたんで、ついてるガラスがブルーなんですよ本来は。ほうほうほう。なんですけど、イニシャル D とかで合わせると、アペックスはブロンズなんですね。おお、なるほど。はい、なんでまたここで一生懸命綺麗な中古を探してブロンズに付け替えさせていただきます。はあ、じゃあ部品取り車からガラス一式交換してもらって、モールも全て新品に交換して。なるほど。はい、じゃあ横に来たんですけど、もうね鉄板ですよね、ホイール。はい、D 仕様だともうこの渡辺、本来だと多分14インチ、はい、後半になると15インチにしてるのかなっていうあれもあるんですけども、僕の走りたいので、ちょっと14じゃさすがに今時のハイグリップもあれなんで、15インチの渡辺に入ってます。へえ。で履かせてるタイヤがこれは東洋のプロクセスの R1R です。はいはいはい。でサイズが195015と。そうですね。これ東洋どうですか？プロクセス最初やっぱネオバを履いてたんですけども、コスパ的にもすごいいいですし、なんかみんなすごい減るって言うんですけど、そこまで86のパワーだと減らないですし、もうグリップも本当全然熱だれとかもそんなにも感じない感じで、僕的にはもうベストマッチかなと思って、今の状態ではこんなロードノイズも静かですし、僕的にはとても気に入ってるタイヤです。なるほど。でちょい引っ張ってるように見えるんですけど、そうですね、これホイール何 J になるんですか？これ 8J のプラマイゼロになるので、ああなるほど。これを通しで4本とも合わせてますね。通しなんですね、渋い。そうするとローテーションできるんでコスパよし。コスパには最高ですここですね、やっぱ触れとかなきゃいけないのはね。そうですね、もうこのデカールはねついてなきゃダメですよね。そうですね。これって運転席側だけなんですか？だけなんですね。
よく聞かれてなんか助手席は貼らないのって言うんですけど、はい、アニメでもそうですし漫画でもそうですけど、運転席側だけ貼るっていうのが。なるほど。なんかでもね、車用車として道行く人に見せるんだったら助手席側に普通は貼ると思うんですけどね。イニディの謎。そうですね。これそういえばミラーもこだわりがあるとか。そうですね。こいつ初期型なんで、はい、元からこれなんですけども、イニディ仕様もやっぱ1型ミラーこの倒れて戻ってくるっていう。あ、そうなんだ。そうですね。ですから日中でよくミラー畳んでって言われて畳めませんみたいな感じでなるんですけども。なるほど。まあ、イニディ仕様っていうことで外観はほとんどノーマルルックですもんね。そうですね。唯一アニメと漫画で違うところがここなんですね。ゲート。お、ここ。アニメでいうとステージ4ぐらいが好きなんですけど、はい、そこで漫画の方を見ると、匠くんね FRP に変えてるんですよ。あ、そうなんですね。なるほど。でよく言うイニシャル D 仕様は1型の倒れてるワイパーがないとダメだって言うんですけど、漫画版はないんですよ。ほー。僕外して埋めちゃったんですね。あ、そうなんですね。これスムージングしてあるんですね。本来は FRP に変えたいんですけど、旅も出てないんで、バンキ屋さんにはもったいないんじゃないかっていうことで、これをじゃあスムージングして FRP 風にしようということで。なるほど、違和感ゼロ。なんでここにウォッシャーのノズルも本来はあるんですけども、それもスムージングしてもらって。なるほど、潰しちゃったよってことですね。はい。アペックスっつって書いてありますね。そうですね。これは偽物ですね。僕は GTV なんだこれ。言って降りてきてまた綺麗なのがこのマフラー。そうですね。こちら富士壺さんとテックアートさんがコラボして作ってるデフ上のマフラーになります。なるほど、デフ上。デフ上なんですね。車検も対応で、ノーマルの富士壺さんのマフラーよりパイプ径が50パイから60パイになってるんで、効率がすごく良くて、テックアートさんに聞くと200馬力ぐらいまでのエンジンなら全然対応できるということだったんで。200馬力ですか。そうですね。じゃあ中も見せてもらっていいですか。じゃあどうぞ。こちらになります。うわうわうわ、内装めっちゃ綺麗なんですけど、うわ、一番に気になってしまった紙コップちゃんとある。そうですね。今日のために紙コップは乗せてきました。大丈夫ですか。来るのにこぼさなかったですか。大丈夫です。もう回してきましたんで。中でね。まずステアリングがこれはイタロボランテ。そうですね。アドミラルっていうもうかなりレアな。ヤフオクではもう何十万っていうなってるの匠くんは多分36パイなんですけども、ちょっと走りには大きすぎるんで、僕はたまたま33パイっていうのを見つけたんで、そちらをちょっとレストアしてこう張り替えてスケッチも赤に変えて、なるほど、ちょっと自分らしさを出してつけてます。シフトノブはちゃんと TRD のもの。そうですね。 TRD でクイックシフトがシーズさんのクイックシフトが入ってます。あ、そうなんですね。ちゃんと走りのポイントもバッチリ押さえてますね。そうですね。エアコンがまた綺麗なんだな。これも一応ですね、僕 GTV だったんで、本来はマニュアルエアコンなんですよ。まあイニシャル D 漫画とか見るとオートマチックになってますんで、もう探して付け替えて。はあ、なるほど。で追加メーターがついてまして、これも TRD のメーターなんですね。そうですね。本来漫画だとスミスさんので揃えてあるんですけども、やっぱちょっと似合わなかったんでそれとやっぱケーキはやっぱちゃんとしたのを表示してほしいんで、ちょっと新しめの TRD さんのものに交換していますね。なるほど。でこっちのスピードメーターの方にも油温とタコメーターが。そうですね。これあれですよね。エンジン積み替えて元々のタコメーターじゃダメでみたいな。ダメでっていうところでここに匠くんがつけたのを真似して取り付けてます。なるほど。ちなみにこの車はどれぐらいまで回るんでしょうか。一応ですね、5バルブに乗せ替えてて、ショップさんの方では9000まで回るということは言われてるんですけど、まあ7000から9000の間はそんな変わんないからそこまで回してもらうとは言われてます。なるほど。フロントはバケットが2脚入ってて、両方ともプロドライブ。そうですね。もともと WRC 大好きだったんで、でその時 PC8 が活躍してた時にこれをつけてたんですよ。なるほど。でどうしても欲しくて探し回って、でやっと2脚手に入れて取り付けてますね。へえ、なるほどなるほど。漫画を見るとこのスパルコさんの開き方をしてるんで、そうなんじゃないかなっていう形でも。なるほど。いいところが取れてるわけですね。そうですね。はい。あれこれロールケージ？
じゃなくてですね、うん、これなんちゃってっぽい感じなんですけども、はい、どうしても内装に穴開けたりとはしたくはなかったんで、うんうん、全てボルトオンで。おお、シートベルトのところから。そうですね。あれはリアのストラットの上になるんですか？そうですね。のとこから全部ニョキッと出てて。へえ。これって結構効果あります？そうですね。走ってて昔はこれがない時は結構こう、86ボディ弱いんでねじれた時にこうルームランプがチカチカとか光ってたんですけども、はい、これをつけた途端に一気にそれがなくなりました。ああ、そうなんですね。はい、あれサンルーフが。そうですね。これも僕1万のこの車の自慢かなと思ってるところで、はい、サンルーフなんかついてないですよね。はい、これは一体漫画のイニシャル D だって結構皆さんよく知ってると思うんですけども、はい、2つなんかちょっとおかしいところがあって、うん、まずサンルーフがないのに内装はサンルーフの絵が描かれてると、あと前期のアペックスだとデジタルメーターなんですけども、はい、そこもアナログに変わってるっていうところで、この2つが結構イニシャル D 仕様にするんだと大事ですね。へえ。これどうしたんですか？サンルーフ。まずサンルーフ付きの部品取り車を探しまして、これでたまたまその行ってるショップさんにあったんですよ。でそれを無理くりお願いして、はい、内装だけを外して自分で洗って、はい、で取り付けてっていう苦労がすげえ。これのために部品取り車から。そうですね。もう汗だらだらでやってこだわりがすげえ。で気になったのが何やらサインがここに2つあるんですけど、こちら運転席側は土屋圭司さんの、なるほど、ドリキンのドリキン土屋さん、やっぱ86乗ってるならドリキンのサインが欲しいなっていうことで、富士でやってる86スタイルでお会いした時にいただいたものなんですね。なるほど。でもう片方の助手席側が、一番の宝で、アニメの藤原匠さんの声をやってる三木真一郎さんの、三木真、なるほど、沼津で1回スーパーカーイベントみたいなのがあったんですよ。でそちらに出してみないかっていうことで出した時に、ゲストが三木さんだったんですね。なるほど。で三木さんやっぱこれ見た瞬間「わー!」って言って近寄ってきてくれて、でこれに乗りまして「最高だ最高だ」って言って喜んでくれて、でそのイベントの終わりにも乗ってくれて、で最後にお願いしたらもう快くサインをいただけたんで。へえ、なるほど。公認をもらったみたいな感じじゃないですけど、いやこれすごいポジションいいよとかすごい褒めてくださって。へえ、すごいですね。素敵。でなんかそういえばこのフロアマットも。そうですね、今日はこの日のためにお宝をちょっと出してきたんですけども、この前のオーナーさんがやっぱどうしてもすごい中を大事にしてた方みたいで、フロアマットも純正がそのまま買った時についてきてて、今では結構希少なのかなっていうことで、今日はちょっと特別につけてきたんですけど、普段はちょっとすぐやっぱ切れそうなんでラバーですよね。そうですね、保管してるんですけども、こんな状態のいい86なかなか見ないよっていう感じですけどね。でもガンガン走ってるんですよね。そうですね、もう気にせず。結構やつから箱根ではもったいないんじゃないかとは言われるんですけど、86やっぱ走ってなんぼなんで。なるほど、ガンガンやってますと。じゃあちょっと気になるエンジンルーム見せてもらってもいいですか？ご会長ということで、おお、ヘッドが黒いぞ。そうですね。これはいわゆる一つの5バルブの後期の黒ヘッドですね。あれちなみに漫画でスムエンジンっていうのはグループ A かなんかの、グループ A の101のエンジンなんで、本来はシルバーのエンジンなんですけども、さすがにあのエンジンは再現できないんでそうですよね、手に入れたらどのルートやねんっていうちょっとこの仕様を簡単に教えてもらってもいいですか？そうですね、エンジンは一応まだ走行距離が、僕がこのエンジンを手に入れた時がまだ2万6000キロぐらいしかしてなかったんで、次の OZ さんのショップで中をちょっとヘッドだけ軽くオーバーホールしてもらって、圧縮比を上げてもらって、こいつの制御を要はフリーダムで制御してまして、なんか今だとみんな結構ここにダイレクトイグニッションにしてるんですけど、ちょっと僕こだわりで、同時点火の方に決めさせてもらいます。なるほど。今ではダイレクトイグニッションの方が火が強いとか、昔はなんか同時点火の方が高回転で必ず火が飛んでるってことで、排気効率なんか温まっていいっていうことを、古い人はみんなそう言うんですよ。へえ。だからバイクも全部全てどんなバイクも同時点火なんだよっていう。なるほど。高回転で回すようなエンジンは同時点火の方がいいよということで、それをちょっと聞いてと思ったんですけどじゃあちょっと同時点火で行ってみますっつって、同時点火にしました。なるほど。でそこに合わせてるのが、4スロー、そうですね、ファンネルになってて、でこ
ここに怪しいタコ足がついてますけど、はい、こちらも後ろのマフラーと一緒で、はい、テックアーツさんと藤壺さんのコラボのタコ足になりますね。おお。で足もこれが、これはトラストさんですね。トラストさんなんですね。そうですね。でオイルクーラーがビューンと伸びてきて、ここにそうですね。この間までは10段でやってたんですけども、はい、どうしても峠の上り等で油温が110度ぐらいまでガーッと上がってしまうんで、はい、なんか対策ないかなっていうことでちょっとオイルクーラーのコアを13段に上げてみたんですよ。なるほど。それから結構もう100度ぐらいで安定するようになったんで、じゃあ結構効果はありましたね。なるほど、はい、熱対策もバッチリと、ね、はい、ここにもねプレートも入ってますからね。そうですね。これでなんかパワーとかってどんな感じになってるんですかね。いやーでも測ってはいないんで、ショップさん曰くノーマルの値が出てるんじゃないかとは言われて。ああ、なるほど。ノーマルスペックが165馬力ぐらいなんで、多分160前後ぐらいに収まってるんじゃないかなと。はい、ミッションの方にも TRD さんの3速クロスをとファイナルも約 4.8 に変えてますんで、峠では3速が気持ちよく。なるほど、はい、リアル稲妻シフトできちゃうわけですね。これ言える範囲でいいんですけど、はい、いくらかかってます？でもそんなかかってないっすよ。本当ですか？はい、車がだいたい100だったんですよ。ああ、なるほど、はい、車入れても多分400いってないんじゃないかなっていう。ほー、現行の86買っていじったらそんぐらい一瞬ですからね。すぐ一瞬でいっちゃうと思うんで、はい、なるほど。この86っていうのは所有されてどれぐらいなんです？そうですね、今年に入って15年目。15年。はい。おお。その前はどんな車乗ってたんですか？その前はもうずっとファミリーカーを、はい、MPV とか、そういうミニバン系を乗ってたんですけど、はい、その結婚する前にも861の乗ってまして、はい、で子供たちも大きくなって、また車で遊んでいいよという許可が下りたので、はい、そうですね、15年前にこちらの86を購入させてもらいました。へえ。じゃあもうこっから先もずっとコツコツこの車をいじっていく予定？そうですね、まだ走りたいんであれなんですけど、今後は山走らなくなったら盆栽仕様でボディを一回フルレストは綺麗に取っていきたいなと、はい、なるほど。へえ。結構こういうレプリカを作る人って、はい、そんなに走らない人多いじゃないですか。そうですね。でも三日月さんはやっぱガンガン走るのが楽しい。そうですね、ガンガン変なし、あいついた車だから余裕だろうと思ったところを、はい、ぶち抜くみたいな。もうやる気満々じゃないですか。そうですね。ちなみに三日月さんにとって、はい、こういう車の魅力ってどんなところだと思います？そうですね、やっぱ僕今年で46になりましたけども、はい、それでもやっぱ楽しいですよね。こういういろんな何かを突き詰めていくじゃないですけど、はい、追求していくのにやっぱ車って運転もこういうカスタムも一つのことに突き詰めていくと、はい、やっぱ飽きずに楽しんでいけるかなと思います、ね。なるほど。じゃあもう本当に人生かけて遊べるっていうのがいいところなんですかね。なるほど、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、というわけで今日はこのイケイケな感じのミニ D 仕様の E86 を紹介させていただきました。改めて三日月さんありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。86欲しい、やっぱり。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。